こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンのこんなハンドリングはやめて危険なハンドリング3選お話ししたいと思います。ボールパイソンはですね、そんなに噛んだりとか、しないヘビですし、噛まれた時にダメージを人間側が負うみたいな、血が止まらない、骨が折れるみたいな、そんなヘビでは全然なくて、痛いぐらいのものなので、人間側が危険っていうことはないんですけど、そもそもそんな噛まないですし、だけどボールパイソンにとってはこういうハンドリングは危険ですよという、ボールパイソン側の視点に立った危険なハンドリングについてお話ししたいと思います。こんなハンドリングはやめて危険なハンドリング3選。その1は餌やり直後。この子は餌食べた直後じゃないので持てますけど、餌を食べた直後にこうやってかわいい、よく食べたね、かわいいかわいいみたいなことをすると、これなんだなんだとなってボールパイソンがびっくりして、危険かもしれない、身軽になって逃げなければいけないということで吐き戻しといって食べたネズミを出しちゃうことがあるんですね。基本的に中から外に出るような作りになっていないので、ものすごく体に負担もかかりますし、一回胃液に使ったものが食道とかこういうとこ逆流すると、こういうところに胃酸のダメージが落ちちゃうんですね。ボールパイソンの胃液ってかなり酸性が強いので、吐き戻しというのはすごく危険な行為なんですけど、それをしてでも身軽になって逃げなければならないというふうになっちゃうので、あとはそもそもその消化って結構大きな体の負担ではあるので、そういうことを起こさないためにもボールパイソンが食事をした後っていうのはハンドリングはしないでください。危険です。こんなハンドリングはやめて3選。その2は不安定な持ち方ですね。今よく僕は水をすくうような感じで持ってあげるといいですとお話をしているんですけど、こうですね、体が安定している状態だとボールパイソンも安心します。で、不安定だとやめてやめてやめてってなるわけですね。例えば、やらないですけど、尻尾を持ってピローンみたいな、よくなんかイメージ映像というか漫画とかでありそうですが、こうやってヘビをわーってみたいなのはヘビめっちゃ嫌いです。だから不安定な持ち方とかピローンってやったりとかっていうのがすごい長いかわいいみたいなのは危険なので危ないのでやめてください。こうやってヘビが安心するように水平に安定した持ち方をしてあげるとよくて、バラバラとか不安定な持ち方はヘビにとって、ボールパイソンにとって危険なのでやめてあげてください。こんな持ち方はやめて危険なハンドリング3選。その3は触りすぎですね。皆さんの体温は何度ですか？僕はですね、この間、今お店行くと結構体温とか測られると思うんですけど、そこでサーモガンみたいなので測られた時に32度って出て、おかしいみたいになって、何回測っても32度で、その店員さんがですね、自分を測ったら36度って出たんです。僕を何度測っても32度だったので、この人変なんじゃないかみたいな目をされたんですけど、僕ぐらいの体温だったとしたら、皆さんの体温が32度ぐらいだったとしたら大丈夫でしょう。だけど多くの場合、人間というものは、ホモ・サピエンスというものは35度6度、代謝が良ければ7度あるかなぐらいなんですけど、それはボールパイソンにとってちょっとあったかすぎるわけですね。うちではボールパイソンを飼育するときは、ケージの中、ボールパイソンのお部屋の中をあったかいところで32度ぐらい、涼しいところで28度ぐらいにしてあげてくださいっていうお話をしてるんですけど、あったかくても32度ぐらいでずっとそこにいる前提になってないんですね。涼しいところに移動したり、中間ぐらいのところに移動したり、あったかくても32度ぐらいなので、僕らの人間の体温っていうのはあったかすぎて、ボールパイソンにとってちょっと負担になる。そもそも何かに触られ続けるっていうこともボールパイソンにとってはあんまり良くないので、可愛いからもうずっと持ってたいみたいな、ずっとね、映画1本丸々見る 2,3 時間の間一緒に見ようみたいな、こっちにポップコーン、こっちにボールパイソンみたいな感じで見たい気持ちは分かるんですが、負担になるからやめてあげると良いかなと思います。やっぱりボールパイソンのリズムとか生態っていうものをよくよく把握して、彼らのこの目に立った想像力を持ちながら、じゃあこれぐらいだったら大丈夫かなっていう落としどころを見つけて生きていくのがすごく大事だと思うので、人間側の欲求や愛を押し付けすぎずに、これぐらいなら許してくれるぐらいの思いを持って飼育するといいんじゃないかなと思います。慣れてくると別に嫌がらなくなるんですよね。最初環境が変わったりとか、生まれたばっかりとか慣れていない時っていうのは、もうハンドリング嫌がってやめろやめろみたいなバーって逃げようとしたりとかするんですけど、この子結構慣れ慣れなので逃げはしない、暴れはしないからといってずっとしているとやっぱストレスになっちゃうので、
ね、なんかあれでしょ、人間関係とか恋愛も同じでしょ。慣れてくるとまあいいんだろうと思っていろんなことがおざなりになっていくこともあると思いますけど、本当は相手はどう考えているのかとか相手の好みとかっていうのを把握しながら節度を持った関係を持ってあげると、健康に長生きして、いい関係になっていくんじゃないかなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビーの危険なハンドリングについて3つご紹介しました。食べた直後は触らない、不安定な持ち方をしない、持ちすぎないということです。当店の生体在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。